皆さん、こんにちは。浩平です。10月になって少しずつ涼しくなってきましたね。もうすぐ秋も近づいてきていて、夏の終わりを感じたり、秋の訪れを感じたり、いろいろなものが楽しくなってくる季節なのかなと思います。今日は10月にもなったということで、秋の過ごし方、そして楽しみ方についてお話しします。秋っていうのは食欲の秋とか読書の秋、スポーツの秋、このようにいろいろなアクティビティを楽しむのに向いている季節なんですね。簡単に理由を説明すると、涼しくなってくるからです。涼しくなってくるのでいろんなことがしやすくなります。今日お話しすることいくつかあるので、ぜひ気になったものをやってみてください。まず一つ目、秋の味覚を楽しむことですね。秋といえば食べ物ですね。私も秋といえばもみじのイメージもありますが、食べ物のイメージの方が強いかなと思います。例えば栗、さつまいも、あとキノコとか、あと魚だとサンマですよね。これらの食材を使った料理がたくさんあるので、どこのレストランに行ってもすごく美味しいですし、何回食べても楽しめるような季節なんじゃないかなと思います。他の季節でも特徴のある食べ物はあるんですが、秋が特に多いのかなと思います。秋にしか食べられないもの。特に栗に関しては秋にしか食べられないので、スイーツだったり、メインの食べ物だったり、いろんな食べ物があるので、ぜひ挑戦してみてほしいです。栗ご飯。これは秋の代表的な料理ですね。ホクホクの温かい栗とご飯を一緒に炊くことで、ご飯の中に栗の甘さが入るんですね。あと、さつまいもを使った焼き芋とか、きのこを使った鍋料理などもおすすめです。焼き芋は、インドネシアの人たちはそのまま食べるみたいですが、私は塩をかけて食べるのがとても大好きなので、ぜひ焼き芋を食べる機会があれば、塩をつけて食べてみてください。鍋の料理もおすすめです。秋になると、だんだん夏っぽい料理というよりは、温かい体が温まるような料理が多くなりますね。特に私が今いるインドネシアは夏しかないので、インドネシアの人は特にこれからいろんな料理を食べてインドネシアにないものを経験してください。そしてスポーツの秋ですね。スポーツもすごくいい季節です。外に出てジョギングしたりハイキング、あと自転車に乗ってサイクリングをするのも楽しいと思います。秋は涼しくなることの他に景色が良くなるんですね。紅葉、もみじ、聞いたことあると思います。紅葉を楽しむことも秋ならではの過ごし方ですよね。日本ではいろいろなところで秋になると木の葉っぱが赤色とか黄色になって、もう絵みたいなすごく美しい景色が広がります。特に京都とか奈良の神社、お寺のように日本の伝統的なものともみじのセットがすごく綺麗なので、ぜひ行ってみてください。京都だと嵐山というところがすごく有名ですね。奈良にある吉野山とかもすごく有名です。いろいろなところに紅葉のスポットがあるので、ぜひ、スマホでもカメラでも持って、友達と一緒に見に行ってください。こういったところでスポーツをしながら秋の景色を楽しむ。こういったことは秋にしかできないのかもしれません。このように秋にしかできないことをしてみる。これもいいかもしれないですね。そして、読書の秋。どうして秋になったら読書をするのかと思うかもしれませんが、これも理由は同じで、涼しい気候の中でゆったりとした時間を過ごすのがすごくいいよねという話です。風も吹いているので、もし公園とか、カフェとかで本を読んでいると、木が擦れる音、サーサーという音を聞きながらゆっくりとした時間を過ごせるのかもしれません。また、すごく涼しいので、ホットが好きな人はホットの飲み物を飲めばいいし、アイスが好きな人はアイスを飲めばいいと。この人によって楽しみ方が変えられるっていうのも秋の良さかもしれないですね。このすごく涼しくて快適な季節に、このカフェとか公園とか、うちでもいいと思いますが、本を読んだりとか、勉強するのもいいと思います。
心を落ち着かせて知識を深める。こういったことをするのも日本の秋の楽しみ方の一つかもしれません。面白い日本語がありまして、秋の夜長という言葉があります。夜長というのは夜が長いと書いて夜長です。秋になると少し夜が長くなってくるので、外に出るというよりは早めに家に帰って本を読む時間みたいなのを増やすことができるんですね。なので普段は読まないジャンルの本とかを手に取って新しい世界を発見する。こういったものもいいかもしれません。普段アニメや漫画を見ている人は小説を読んでみたり、何か短い作品を見たり読んだりして、秋を感じながら自分の新しい世界を発見する、体験する、そういったものもいいのかもしれないですね。私に関しては秋のイメージはやっぱりさっきも言いましたけど食べ物ですね。それか紅葉もいいかなと思います。日本のカフェには紅葉を見ながらご飯を食べられる場所もたくさんありますし、そうじゃなくてもね、公園に行ってみんなで作ったご飯とかどこかで買ったご飯を食べてみたりするっていうのもすごくいい経験になるんじゃないかなと思っています。私は今年を含めると2年連続で秋を経験できないので、ものすごく秋に対して憧れに近い気持ちを持っているんですけど、もし今秋に帰ったら何がしたいかって言われると、ハイキングとかですかね。やっぱり今は外を歩くとちょっと暑くて長い時間外にいられないということがあるので、涼しい服を着たりとか、秋はねすごく自然に近い色の服を着ることが多いですね。茶色とかを着たりとか、黄色とかそういった色を着ることができるので、服を楽しむこともできるし、外を歩くことを楽しむこともできます。また友達とそういったところを歩いていたりすると、いろんな話ができたり、いろんな発見があったり、そういった経験ができるのもやっぱり秋ならではのものなのかもしれません。今日お話ししたことは全て秋の風物詩。夏の時もお話ししましたね。風物詩です。秋だからできること。秋にしかできないこと。他の季節もたくさん楽しいことがありますが、秋にも楽しいことがたくさんあります。特に秋は短いので、逃さないように、台風とかも来ますし、晴れている時を狙ってしっかりと最大限に 100% 楽しんでもらえたら、私にとっても非常に嬉しいなという気持ちです。もし秋に何かアクティビティに参加したとか、友達とどこかに行きました、京都に行った、東京に行った、もみじを見た、何々を食べた、何でもいいと思います。何かしたらぜひ私に教えてくれるとすごく嬉しいです。皆さんといろいろな秋の話ができるのを楽しみにしています。それではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバイ。